皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、高市総理大臣の今、無双状態であることをちょっと解説しておこうと思います。総裁就任以降、日本維新の会との連立政権を組むことになった高市氏は、まだまだ政治的な意味では決して盤石な状態ではありません。しかし、国会内でのその不安定さとはまた別にして、国民からの支持は非常に高い状態になっています。JNN が行った世論調査によると、政権発足直後の支持率としては、過去小泉政権における 88% というものを除けば、第2位という状態で非常に良い支持率となっています。少なくともこのような高い支持率を記録している背景としては、まずは前の石破政権との反動といったものもあります。また、世論調査直前に行われていた外交交渉の数々においても、基本的には大きな失点がなかったというのも非常に良い点だったと言えるでしょう。なお、この点についてはちょっと私の以前の動画でも何度か私が愚痴っていますが、批判する側のその論点というものが非常に粗雑なもので、全く政治的な批判ではなく、単純にあなたの好き嫌いでしょみたいな話が多かったことも、私は非常に印象深く思っています。まともな批判する力もないというのは、ろくでもない人の特徴だと言えます。あなたがもしも会社に勤めたことがある人であれば、このことはちょっと想像すればわかると思います。仕事に対して愚痴は言うけれども、自分では何にも改善しようとしない。こうした人は、基本的にはぐだぐだと不平不満ばかりを言って他人の責任ばかりにして結局自分は何にもしない。そういった人物といったものはどこにでもいるものです。それらの意見というものは、確かに何人かに一人はまともな批判も言っているかもしれませんが、基本的にはより良い批判者といったものが上位にはいるものです。批判をした後には、じゃあその問題をどうやって解決するか、そしてそのことを他人任せにするのではなく、いかにして自分だったらこうするとしっかりと述べられるか、そういったより良い批判者といったものも存在するのです。ただ単純に不平不満を言って自分が嫌いだったら、何が何でも批判してやろうみたいな形で、批判そのものが目的化している人というものは、あまり尊重すべきものではありません。はっきり言って、軽蔑している人の方が多くなった方が社会的には健全だとも言えるでしょう。そのことを一旦横に置いておくとしても、ちょっとこの状態について解説しておきます。まず第一に、現在の政治的な支持率が高い理由としては、何といっても多くの不満に対して応える総理であるということが期待されています。参議院選挙において石破政権が選挙に負けた時のその論点の多くといったものは、これまでの自民党政治が行ってきた問題点を何ら解決できていないじゃないか、そして多くの問題が噴出しているではないかといった批判を受け止める形で選挙には敗北しました。なお、私は高市総理に期待していますが、同時に問題点もあると思っています。それが政治とお金の問題です。自民党政治の一番悪いところは、政治とお金の問題を何度も繰り返しているところです。この問題に関しては、高市総理もまた十分な対応ができない可能性も含んでいるものであり、今後もこの点についてはアキレス腱になる可能性があります。一方で野党側に流れた元自民党の支持者の人たちが少しは戻ってきているといったこともあります。世論調査の結果によれば、高市総理に対する今の政権支持率は 80% を超えるという数字が出ています。その一方で自民党の党としての政党支持率はあまり回復はしていません。少なくとも政権支持率が8割なのに対して政党支持率が8割なんていう話は全くありません。政権支持率が8割を超えたこの JNN の世論調査においても、各党の支持率においては自民党は 28.9% にとどまっています。この裏側では国民民主党と参政党、直近の選挙において勝利してきた政党からの支持率が抜けています。この部分の人たちというのは問題に対して対処できるのかできないかで移っていく人たちです。これら政党支持率にも直結する政治に関心があって、しかし要望を叶えてくれないのであれば次の政党に移りますよという人たちに対してしっかりと高市総理が期待に応えられるかどうかが今後の高市政権にとっての課題となります。じゃあ一体どのような政策、まずは動き出しているのかを見ておきましょう。非常にわかりやすく打ち出されてきたのが外国人政策です。この点について高市総理はかなり
政治的な空白を味方につけています。一体何のことかといえば、それは参議院選挙で自民党が負ける時から現在の高市政権が発足するまでの間にも日本政府は存在し、その間に外国人政策に対する検討なども繰り返されてきたからです。石破政権においても選挙においてこれは負けそうだなということを感じ取って不法滞在外国人ゼロ政策といったものを打ち出してきました。この政策を打ち出してきた当時は石破政権に対する信任感といったものが低い状態でしたから、多くの国民にとっては響かないものでした。そもそもこれまでの自民党政治が行ってきた外国人政策の結果として今の問題が存在し、その問題を自民党自身で本当に手直しできるのかというところに、かなりの不信感が溜まっていたわけです。それに対して高市氏は個人的に政治家として問題の解消について努めるという話を以前から行っていましたから、だからこそ現在総理大臣になってこの問題に対して声を発信すると、ようやく本人の思いとともに政府も一丸となって動き出してくれるのではないかという期待が込められているわけです。ですから、現在打ち出してきている外国人対策においては、選挙に負けて渋々石破政権下で進められていた外国人対策の強化の議論の結果としてこんな対策を打ち出しますよといったものが、高市政権になってようやく形になるものといったものもあります。そして、高市総理大臣になったからこそ、ようやく本格的に議論され実施に移されてくるものなども重なってくることから、今は国民にとっても非常に受け入れやすい状態にあると思います。関連ニュースを見ておきましょう。保険料滞納の外国人、在留資格更新など認めない仕組み導入へ。国民年金や国民健康保険の保険料を滞納し、納付を求めても応じない外国人を対象に、政府は再来年2027年6月から原則として在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針です。日本で3ヶ月を超えて暮らす外国人には、公的な年金、医療保険への加入が義務付けられています。ただ、厚生労働省によりますと、外国人の国民年金保険料の昨年度の最終納付率は 49.7%、国民健康保険料の納付率は合わせて150の自治体を対象にした調査では、去年12月末時点で平均で 63% にとどまっています。このため政府は保険料を滞納し、納付を求めても応じない場合、原則として在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針です。ここで最初のポイントなのですが、外国人全部を入れないというようないわゆる鎖国政策を取るわけではありません。というのも、日本にやってきた外国人が定住し、そして日本社会に溶け込んでいる人たちもいます。一方で多くの人たちが問題視している人たちというのは基本的には日本社会に全く馴染む気もないし、そもそも日本にやってきても犯罪を犯してしまうような人たちです。これら馴染んでいく人たちと、そもそも犯罪に走ってしまうような人たちというのは別に考えるべきものであり、高市政権がまず最初に取り組んでいるのはこの日本のルール全般に対してこれを守れない人たちに対してしっかりと対処していくということです。保険料の納付を行わないというのは別に犯罪というわけではありませんが、ルールに従うことができないというのを見れば、この後どのような日本での生活が進んでいくのかを考えてきたときに、ちょっとしたことでも守れないようであれば、この後もっと悪いことにも手をつけてしまうかもなという懸念があるわけです。これは懸念であって実際に全員が全員そうなるという話ではありません。しかし、しっかりとルールを守りなさいというこの言葉に対して守れないというのであれば、多くの日本国民から不満に思い、その不満に基づく嫌悪の増幅といったものは、日本社会に非常に危険な要素を生み出しますから、目を小さなうちに積んで、今日本にいる外国人は危険視されるべきな人ではありませんよという健全な状態を作っておく必要があります。次に、外国人により不動産保有の実態把握について、日本国内特に都心やもしくは都会の一部地域において不動産価格の上昇といったものが加速した状態になっています。特に東京都心において顕著であり、その周辺部においてはそれほどではない、そして田舎においては全く関係のないといったような地域も非常に多くあります。なぜそのようにして東京都心だけに集中的に地価の高騰、それに伴うマンション価格の上昇などが起こっているかといえば、それが非常に投機の対象になっているのではないかという話があります。すでに新築だけではなく中古のマンションにおいても価格の高騰が進み、日本人ではなかなか買うことができない状況に陥りつつあります。
これに対して外国の例をもとにして日本でも販売規制、保有規制などを行うべきだという声が上がっています。ちなみに私も規制をかけるべきだという派の一人です。ちなみにやり方なのですが、いろいろな方法があると思います。例えば、外国における例としては、シンガポールなどでは、外国籍の個人や法人などが購入する場合における手数料に非常に高額な税率をかけることによって、買いにくい状況を作ります。買うんだったら買うなりに非常に大きな負担を強いて、その分だけ国を豊かにする、そうした財源づくりといった考え方を持っているわけです。そもそも他の国においては相互主義をとって、あなたの国では買えないのに私の国にあなたが買えるなんておかしいじゃないかというような考え方を取る国もあります。また、一般的に安全保障の名のもとに、あなたの国は私たちの国から見れば非常に危険視できる状態であり、あなたの国との経済関係においては対等な状態は維持できないとして規制をかけるようなパターンもあります。日本がどのパターンを取るにしても基本的にまず情報といったものが必要です。高市政権が取り組もうとしているこの話、何か取引全般に関する税をかけるであるとか規制をかけるといった話の前の段階です。外国人による不動産保有の実態調査。なんでこんなことになっているかといえば、そもそも国会においてこの問題について質疑応答がされた際に、じゃあ今日本の不動産で外国籍の個人や法人が一体何%どこにどれだけどのような土地を保有しているかデータとして持っていない、精査されていないといった話があります。これは不動産の情報として保有者の国籍情報について明記することが義務化されていないからといったような話などもあります。ですから、まずは情報取得から始まるというような形で、これまでの自民党政権のまさに仕事がやってこなかったそのツケが今、高市政権にのしかかっているわけです。しかし、そのことを今言っても仕方がないので、まずは取り組んでいることそのものを、まずは評価すべきでしょう。ですから、それが終わった後に手をつけるべきなのは、私は買うときと保有するときのこの2段階と、あとは相互主義のこの3つ目の仕組みを取り入れることです。ただし、相互主義を取り入れるためには国際条約との兼ね合いもあって、多くの国々と外交交渉を全て行い続けなければならないという形で、非常に多くの手間がかかると言われています。その意味も、もちろんすぐには話が進むこともなく、5年、10年といった非常に長期間にわたり時間がかかるだろうと言われています。しかしそれは時間がかかったとしても取り組むべき話です。そして実際にそのような相互主義の条約を結び直すといったことができる前の間には、取り組むべきは販売時における取得に対する負担の増加、保有している時の負担の増加、この2つの仕組みを取り入れることだと思います。シンガポールの例で取得する時に高い税率をかけるという話をしましたが、これを例えば東京都心といったような、ある一部地域においてまずは規制をかけて住宅を日本人が買えるようにしよう。そしてもう一つは保有している段階においても登記について規制するのはちょっと現実的には難しいので、まずは外国人外国籍の場合においては固定資産税についても追加分をかけることによって日本の土地や不動産について決してビジネス的に登記対象にするには割に合いませんよという状況を作っておくのも大事だと思います。というのも実際に住む分であればそれはわかる話なのであり、完全に排除するといったものもちょっとおかしな話でしょう。例えば海外における事例においてはイギリス、ロンドン、フランス、パリ、スペイン、マドリードなど非常に多くの都市において中心部において人が住まないような物件が非常に高額な状態になっているといった話などもあります。これなどは大金持ちの人たちが登記対象としているといったこともありますし、別荘といった形でも買っていることもあります。それによってその国における人たちが非常に大都市の中心部に住めなくなっていくといった状況から郊外へと人が出ていかざるを得ないといったような状況が起こります。このような状況といったものが今東京でも起こり始めているわけです。そのようにして東京なのに日本人が住んでいない中心地といったものがどんどんと広がってしまうという状況そのものをなんとか防がなければなりません。そのためには取得するときと保有するとき、この2つについて経済的なメリットが外国籍の企業にはありませんよといった状態を作っておくということが私は重要なのではないかと思います。また
一方で東京都心だけではなく日本企業全般における話なのですが、海外勢の不動産リート、不動産投資信託による購入といったものについても意識することが必要だと思います。なぜならば、現在は物言う株主というような形で多くの上場企業に海外からの資金が入っています。それら物言う株主たちの言葉の一つに、保有資産の有効活用ができていないではないかという話をすることによって、企業の持っている広い土地といったものを売りに出させるといったようなことが起こります。例えば、東京の一等地に本社ビルがあって、その土地は自分の会社のものですから、何か大きな富を生み出すわけではありません。しかし、海外からの投資ファンドにしてみれば、そんな一等地に本社ビルを建てるよりも、その本社ビルの建っている土地そのものを証券化したり、他の会社に貸し出すなどして、利益を生み出す土地として使うべきだというような話をする場合があります。その時にはいっそのこと売ってしまえばいいのに、みたいな形で土地を吐き出させるといったことを行わせようとするわけです。ただし、その時の買取先といったものが、海外の不動産投資信託で東京の一等地の土地を買いました。なんていうことが起こってしまったりすれば、当然のようにその土地で今後商売をしていくには、その不動産投資信託などに賃料などを払っていかなければなりません。そのような形で一つ一つ日本企業の持っていた大きな土地といったものが海外に渡っていくといったような事例も起こっていることから、これも合わせてやはり取得するときと維持するときに高い税率をかけることによって外国からの進出に対して少しバリアを張っておくといったことは私は重要だと思います。それを乗り越えてでも買ってくるというのであれば、高い税金を払ってもらうことによって日本の税収アップにつなげていくといった考え方は経済合理性の上では成り立つ話だと思います。そして高市政権というのは少なくとも現在の状況においては間違いなく野党に流れてしまった支持票といったものを少しずつ高市政権に戻しています。しかしここで一つポイントなのは、高市政権に対する支持率であったとしても、それは自民党に対する支持へとつながるには時間がかかるということです。なぜならそもそも問題点として挙げられている話題といったものは自民党政治の中で行われてきた様々な社会制度の改良遅れに伴って発生している問題であり、今までの政権がもっと前から手をつけて改善していけばもっと前から修正できたものが今になってようやく手をつけざるを得なかったといったそもそもの責任論的な部分が自民党にはかかってくるからです。それだけに高市政権が今後どれだけやってくるかといった話は非常に注目しておくべきでしょう。そして実際に仕事をしていくこの評価といったものが次の選挙には現れることとなります。現状において前回の選挙である参議院選挙における争点、外国人対策問題に関しては岸総理は非常に前向きに取り組んでいますから、この点について次論点になるといった可能性はちょっと低くはなるでしょう。ただしどんなに対策を打ったとしても分けて考えるべき問題がごっちゃになって再び論争として巻き起こる可能性は残されています。というのも少子高齢化の進行に伴う人口減少時代は労働者不足といった問題を発生させます。私自身は生成 AI や AI のロボットへの搭載などを通して少ない人数でもより多くの仕事をこなせるような社会といったものを生み出すことにより、少しでも今の日本人自身が人数は少なくても以前の仕事量といったものを十分に担えるような、そんな社会変革が必要だと思っています。ただしこのような話をするとまだまだそこまではいかないんだからもっともっと外国人を入れろというような声が出てきます。で、この話になった時に問題なのが不法滞在の外国人と実質的に有料な外国人をごっちゃにして考えてしまい、議論が混乱してしまうという問題です。例えば月収100万円200万円もらっている外国人労働者、いわゆる高度人材といったものが日本にやってきて、その人の妻も一緒に日本で生活しているといった場合においてはほとんどの人が犯罪には手を染めません。少なくとも公共施設などにおける金属部分をどんどんと破壊して金属として買い取ってもらって金にするなんていう人たちと、これら超高額な手取り収入のある人たちといったものを同じに考えてはいけません。ですから
従来あるこうしたどんどんと逃げて犯罪に走ってしまうような人たちが出る、そのような受け入れ方といったものについては変革が必要であり、この点について何も手を加えないままで外国人を入れてしまうというのはこれは問題です。一方でこれらの人たちに対しては10年、15年、20年と働く、その中において犯罪を一切行ってこなかった日本人としてもはや同化しているような人たちといったものを受け入れる土壌といったものは制度として作っていくべきでしょう。逆に言えば全く日本社会にも馴染んでいないのに5年程度でいきなり日本人になれるような仕組みといったものはこれは直さなければなりません。また日本人になるといった場合においても条件をきっちりとつけておく必要があるでしょう。というのも日本人になる時のその手続きにおいても書類さえ整っていればなんとなくなれましたよみたいな話というのは結構あります。いやいや日本はもっと厳しい審査をしているんだと主張する人と、こうした抜け穴だらけだと主張する人も両方いるような状態で、このような状態といったものはまだまだ危険な状態を示しています。ほとんどの人がいやいやもう日本の姿勢というものはものすごい厳しいものでそう簡単にはなれませんよというような、ほとんどの人がそういうぐらいの評価をできるぐらいにハードルを上げておく必要があります。例えば日本における領土問題といったものは存在しないものも含めて様々話題になりますが、日本がここは私たち固有の土地ですよと言っているものに対してこれを認めないような国からやってくる人たちに対しては、あなたはどっちの意見を取るんですかと、日本政府の主張を認め、そして日本政府の主張を代弁することがあなたはできますかといったこのような条件をつけるといったことは必ず必要になるはずです。また日本における話ではありませんが、他の国においてはあなたはもう元の国の人間ではなくこれからは私たちの国の一員になろうとしているんだから、何か戦争が起こったらあなたが戦うのは私たちの国の一員ですよね、そのことを誓えますよねといったようなことを求めるような国もあります。この考え方は非常に重要で、国籍を変えるというのであれば、そのぐらいの本人の意識そのものが変わることを求める、そういったことも条件として必要なわけです。これは書類上において数字上において条件を満たしているから、じゃあそれによって日本国籍を取得できるんだなといったような考え方は全く別で、それだけではないプラスアルファの要素といったものをしっかりと規定し、それらについて満たさない人たちといったものはしっかりとご遠慮してもらうといった考え方も導入すべきだという話です。最後に、本当高市政権に対する批判でちょっと無茶苦茶だなと思うものが続いているので、その一例をちょっと見ておきましょう。高市政権打倒デモ、都内で2000人練り歩く、中国への侵略阻止を、右翼団体が土星も。これもまたちょっと何度もなく私は言及するのですが、日本の防衛力強化はどこかの国に侵略するためのものではありません。しかし、防衛力強化を訴えると必ず出てくるのが、日本の防衛力強化は他の国を侵略するために行うものだという意見です。今の国際情勢について全く無知で、日本があたかも他の国にどんどんと攻め込むような国だというような幻想を抱いている人たちです。そしてそのような誤った認識に基づいて防衛力強化について反対するという、ものすごい時代遅れの人たちです。問題なのはこういったもうあからさまに何か言ってるわぐらいの感じの人ではなく、これからは本当に政治的な議論が必要になる話題といったものもたくさん出てくることとなります。例えば経済政策について言っても、お題目は良くてもその中身がおかしいぞといった話題はきっとこれからたくさん出てくるはずです。これは政治上においては高市総理が全部行うわけではありませんし、どうしても官僚から出てくるアイデアが、結局以前も繰り返した失敗政策がまた出てきたじゃないかといったようなことも、たくさん起こりうるわけです。またこれから話題になるかもなという話題としては、アメリカにおいてはイーロン・マスクが手掛けたこれまでの政権が行ってきた仕事について全面的に見直しをするといったことが実施されました。これを日本でも行うべきだという声があり、高市政権でも取り組もうとしています。じゃあ何をするのかといったところで議論が巻き起こるでしょう。例えば政府の仕事をだんだんと縮小して予算についてもつつましく過ごすべきだといったような考え方から、外部の人たちを頼るといったことから補助金をつけたりするといったこともこれまでは多く見られてきました。公務員として雇い組織を拡大するよりは、必要な仕事については NPO などに補助金をつけようという考え方です。しかし
現在はそうした公的資金を最初から当て込んだ NPO 活動といったものも増えてきているのではないかと指摘されていることもあり、この部分についてどの事業に対してお金を出すのか、そして政府機関として職員を雇って自分たちで取り組むんだといったところを考えるべきではないか。NPO に対して税金をどんどんと流し込むこの行為を本当に正しいのか、そこをどれだけ切り込めるのかといったところは、今後の焦点になるのではないかと思います。高市政権はこれまでの自民党政権で行ってきた様々な問題の積み残しといったものをどれだけ解決できるか、そこに今後の高市政権の支持率の維持にかかっています。もちろん今回取り上げたような支持率 80% 以上という状態は、基本的には不可能だと私は思っています。うまくいって 50% 台で推移してくれれば十分で、そのぐらいの支持率がある状態であれば、おそらく打ち出してくる政策についても多くの国民にとって納得できるものが続いていることを意味するでしょう。私が願うのは基本的には日本がより良い方向へと進むことです。ですから最終的にどの政党を誰がやったとしても基本的に問題はありません。より良くしてくれる人、より良くしてくれる政党が伸びてくれれば、それで問題ないわけです。何度も言いますが、論点にすべきは政策です。決して好き嫌いだけで批判だけが目的化するようなやり方といったものは私は排除していこうと思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。日本の政治ということもあり、政策論については皆さんの意見と私の意見が異なることもこれからもたくさん出てくることでしょう。しかしその時にもあなた自身がどう思っているかといったことをまずは持った上でそこを基準として考えてみてください。A さんが言っていたから B さんが言っていたから私もその意見に従って政権に支持したり反対したりしますではなくて、自分がこう思うから支持する反対するといった意見を持つ必要があると思います。特に今は誰かの意見を聞いてしまうとその意見に染まってしまうといったことによって流れが一方的になることがあります。そのような流れに流されっぱなしにならないように気をつける、そういった考え方も必要でしょう。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。